やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。傑作ラッシュでだいぶ息切れ気味なんだけど、イヤホンは待ってくれない、イヤホンレビューを始めよう。さて、今回紹介するのは、ダナの新作、アルファ3だ。ダナといえば、直近の人気作は、1万円程度と手が出しやすい価格、LCP 振動板を使った、深みのある低音域、全体的にウォームでゆったりと聴けるけれど、エネルギッシュな音色の、密閉型1ダイナミックドライバーイヤホン、ダナチタン S が有名だな。その他、しっかりと作り込まれたラインナップが魅力。また、中華イヤホンとしては、国内で取り上げられる歴史も長く、ティタンシリーズも、ティタン1から脈々と続くラインナップが存在するぞ。このほか、キマやファルコンなど、人気のシリーズがしっかりと血脈を続く、ダナのラインナップなんだけど、今回は、アルファシリーズのアルファ3が登場だ。僕はアルファシリーズに挑戦するのは初めてなんだけど、このシリーズは、一般的な開放型イヤホンタイプで、今回はその3番目のナンバーを与えられた、アルファ3が登場している。インナーイヤーは形状、ドライバ設計に制限があるため、それゆえに競争の厳しいタイプのイヤホンだ。このチャンネル的には、ケーブルの品質の良さや、価格、音質のバランスから、ナイス HC 系の EB に S や、その兄弟モデルをおすすめすることが多いな。今回、登場した、ダナアルファ4は、LCP という、弾力感が強く、低音域に奥行きの出やすいドライバ素材を使った、開放型イヤホン。残念ながら、リケーブルはできない、なんだろう。イントラコンカ派はリケーブルをしてはならないという教えでもあるんだろうか。同価格帯だと、スマバットのシリーズはリケーブルに対応したモデルが発売されているぞ。とはいえ、密閉型と異なり、開放型のイヤホンは、ケーブルの擦れる音が密閉されて、ロスなく耳に伝わってしまうことが少ないので、リケーブルできなくても、結構問題なく使えてしまうパターンが多い。面倒なのは断線させてしまった時に、パーツ交換で復帰させられない点くらいだな。また、リケーブルできないインナーイヤー型にありがちな、バランス接続が利用できない、という問題は、4.4mm バージョンを用意することで解決されている。バランス接続でこのイヤホンを聞きたい人は、最初からバランス対応のパッケージを購入しよう。後からリケーブルで対応できないからな。コンパクトなパッケージには、クッションパッドやドーナツ型のパッドなど、いくつかの交換用スポンジクッションがついてくる。あとはポーチ。これはキマなどに付属していたのと同じタイプで、程よく大きく、使い勝手が良い。外出中にイヤホンを格納するのにちょうどいいサイズ感だ。本体の質感は、この価格のイヤホンにふさわしいもの。フォントがデザインされた本体部分は、目立たないながらこだわったデザイン。金属製でしっかりと重量があり、パワフルな開放型イヤホンの振動をしっかり抑え込んでくれるハウジングだ。ケーブルは少し触った時に抵抗があり、滑りにくいものだが、前述の通り、このイヤホンは開放型なので、タッチノイズには心配しなくて大丈夫だ。プラグデザインなども高級感がある、リケーブルができないこと以外は、ほぼ不満なしだ。で、このイヤホンの音に関してなんだけど、このイヤホンは、中低音域あたりの厚みがリッチに聞こえる、LCP 振動板を採用している。最近の、中低音がしっかりたっぷり出てくれる開放型イヤホンは、だいたいこれか、これに近い素材を使ってることが多いな。アルファ3もこの傾向に近い。アルファ3のサウンドは、低音から高音までがはっきりと出る、華やかなインナーイヤー型。もちろん、開放型なので、密閉型のような強烈なサブベースには期待できないものの、しっかりと重量感を感じられるベースラインを備え、それでいて、高音側がおざなりになっておらず、全体に力強いのが特徴だ。個人的に言えば、ナイス HCKEB に S に、高音側のキレを同時に実現した感じ。LCP 採用のイヤホンは、この中低音域以下の分厚いサウンドが特徴なんだけど、同時に、どう高音域を表現するかが課題になりがち。で、その課題をしっかりと解決したのが、アルファ3だと思う。また、アルファ3はこの手の低音域側がしっかりとしているイントラコンカの中でも、特別に低音域側にインパクトを感じられるんだけど、音響キャビキ構造。つまり、外装側の構造によって、より力強い低音域側を実現しているそうな。ただ、開放感があるので、ティタンズほどのウォーム感はなく、力強いのにしっかりとさっぱりした印象が同時にあるのが特徴。個人的には、1万円クラスで明瞭かつ力強いインナーイヤーが欲しいのなら、このアルファ3が第一候補に上がるんじゃないかな、と感じられるくらいの仕上がりだった。音色を分解してみようか。高音域はしっかりと金属音などもはっきりと強調される。この部分が力強いのは、LCP 振動板を採用していて、ここまで低音も力強い機種ではなかなかない。それも、分離しているような力強さではなく、ちゃんと、全体の雰囲気に合わせたまま、高音域がしっかりと引き立っているぞ。
中音域、ボーカル帯の表現力は、大体のイントラコンカ型の魅力的要素なんだけど、それはダナアルファ3も変わらない。アルファ3の中音域は、LCP 由来のしっかりと厚みと温度を感じられるもの。一方で、高音域側がはっきりとしているので、暗くなりすぎない印象だ。ボーカル重視の曲を聴くのにも、現代的なものでも、少し前のものでも優秀に感じられたぞ。そして、低音域。一時期、スマバット ST10 が、今までに聞いたことのない厚みの低音を持つ、イントラコンカとして、お気に入りだったんだけど、アルファ3は、よりメリハリを持ちつつ、しっかり低音が太いイントラコンカとしておすすめだ。低音は、もちろんこのタイプならではの限界はあるものの、すっぱり諦めている感じではなく、自然にちゃんと圧力がある感じ。なので、実際に聞いてみて、印象型の軽い音のするインナーイヤーより一段太め。それでいて、高音側がしっかり切り分けできているので、かなりうまく作られた一台に感じるんじゃないかな。イメージとしては、チタン S をそのまま開放型にしたらこんな感じに仕上がるんじゃないかな、という印象。開放型ならではの、空間表現の自然さや、高音域側の抜けの良さが特徴だ。というわけで、個人的に、アルファ3は、ハキハキとした高音域と、強い低音を合わせ持つ、1万円出すとこれだけトータルバランスの取れたものが買えるのか、とお気に入りの一台になっている。他にも、上位機種のインナーイヤーはいくつか持っているけど、最近のトレンドな楽曲と相性が良いのは、アルファ3ならではの特徴だ。EB2S と比較すると、高音側のハキハキした表現が好み、よりボームな表現が好きだったら、EB2S はやっぱり価格から考えるとデタラメに優秀なんだよな。だが、総合力では、順当にダナアルファ3の方が一歩価格分前に進んでいる印象だ。どちらが好みか、あるいは、EB2S の先はどこか、そんな風に悩んでいる人には、このアルファ3をぜひともおすすめしたいぞ。といったところで今回はここまで、イントラコンカ難しい、